ご紹介ありがとうございました。中西でございます。今回はですね、第11回目ということで、どうも皆様方ここまで足をお運びくださいまして、どうもありがとうございました。それで、私どもの取り組みのですね、アウトラインを最初にご紹介させていただければと思います。で、私どもはこれ毎回少しご説明しているので簡単に参りますが、農学部というのはどういうところかと申しますと、ここの青い紺色のところをご覧いただければいいんですが、いろいろなその付属施設を持っております。演習林って言いましても全国各地に広がった演習林でございます。それから牧場、水産実験場、それから圃場、いろんなものを持っておりまして、それからここのキャンパスにですね、いろんな研究室がございます。グループごとに分かれておりますが、専攻と呼びますけど、それぞれにいろいろな先生方がおられて、で農学部始まって初めての試みですが、皆さん方が付属施設とそれからラボでここで研究している先生方、それからフィールドで研究されている方が一緒になって福島のことを調査して、なんとか役に立つ結果が出ないかということをしております。でいくつかのグループに分かれて仕事をしております。で場所はどこかと申しますと、皆様方は今ですね、ここの弥生のキャンパスにおられるんですが、実は田無にも圃場がございますし、牧場、先ほど申し上げましたように演習林も北海道から愛知まで、全国津々浦々ございます。それからあとですね、福島の農業総合センターとかですね、いろいろな市村と共同していろんな実験をしてきております。もちろんフィールドで鳥の研究されている方はどこというのではなくて、自分であちこち出かけているわけです。で魚介類の方は漁業組合の方と一緒になったり、いろいろな研究をずっとしてきているわけでございます。でこれをポンチ画に落としますと、どういうことかと言いますと、山のことをしている方もおられます。キノコ、それから果樹、それから土、畑、水田も含めた耕作地、それから水のこととか、あと生き物ですね、野生生物、動物、鳥類、魚と、いろんなプロジェクトが同時に走っているわけでございます。で最初は何が起きているか分からなかったものですから、教員がですね集まって何かやれということで、私まとめ役をしてきたんですが、最初からその40、50人の先生方がですねものすごく熱心にやってきてくださってるんですね。で今回が11回目ということなので、最初から来ていただいている方もおられるかと思いますけど、10回通してどういうことが分かってきたかってことを最初にですねこの後の討論会の前に少しだけご紹介しておきたいと思います。で本日は山の話と、それからどういうふうに復興が農学が役に立つかということの討論会も含めた講演会でございますが、その前にどういうことが分かってきたか、本日話せなかったことも含めて少しご紹介したいと思います。で私ども4年間ですけども、4年前どういうことかと言いますと、2011年にですね、本当に40、50人の先生がバッと集まってくださって、いろんな研究をしてくださいました。で6月にはですね3ヶ月後ですけどラジアイスト誌っていう学術雑誌に5つまとめるほどに結果をまとめました。でなるべく皆さん方に知っていただきたいと思いまして、日本語で5つ出しました。でそれは査読といいますか、きちんとチェックしていただいて8月には載ったわけでございますけども、で海外でも結構反響がございまして、7月にはネイチャーのニュースに、それからロサンゼルスタイムズとか、あとイギリスとかドイツとか、オランダとかいろんな方が来られました。で一番象徴的なものは、これは塩澤先生が捉えたんですけども、これ見えないかと思うんですが、縦軸は深さです。土壌の中の土の中の放射性物質がどんなふうに分布しているかということで、横軸は放射能でございますが、もう縦はここが5センチ、下が10センチ下ですけども、ほんの表面の数センチにしかないということが一番の私どもが覚えている一番の
ハイライトといいますか、一番最初のデータでございました。でこれはどうやって求めたかといいますと、塩澤先生は今でもずっと測り続けておられますけど、パイプをですね現地に埋め込むわけでございます。でこのコリメーターといいますか、あるところからだけの放射能を測るそのカウンターをですねずっと下げてまいりますと、深度別深さごとにどんなふうに放射能が分布しているかっていう図が分かります。それを定期的にずっとこの先生4年間まだずっと続けておられますけども、測っていって年間どれくらいその土壌にくっついた放射能がですね下に下がっていくのかっていうのを測定されています。最初はちょっと下がったんですけども、今では年平均 1,2 ミリしか下がっていきません。ということはしっかり土の表面にくっついて離れないということでございます。水が来ても雨が降ってもほとんど下に行かないと。それからですね、最初のその5つというのが非常に私どもには衝撃的というか、これだけ分かったかというので、今の土壌の話、それから小麦、3月の時点では寒かったものですから、小麦ぐらいしか畑に植わってなかったんですね。育ってなかった。で2ヶ月後に取り出してきて、その採取した小麦の中にどんなふうにの放射能が分布しているかっていうと、もう最初に受けたその葉っぱがですね、いまだにずっと2ヶ月経ってもずっと放射能を持ち続けて、他の葉っぱにはほとんど移動してないということです。それからあと土の溶出実験、まだ要素131が生きてた頃でございますが、これはもう野川先生とか、いろんな方が測られました。それからあとミルクですね。牛が出すミルクが汚染されてんではないかというのもいち早く汚染した牧草を与えてみてます。これはすぐミルクの中にセシウムは出てくるんですが、また2週間ぐらいしまして普通の食事に戻すとなくなっていくんですね、ということが分かりました。それからあと大下先生はですね、低濃度汚染、圃場でですね、田無の土壌で田無と言いましてもやはり少しは降ってきたわけです。本当に低濃度ですが、低濃度汚染した土に植わった野菜がですねどれくらいの放射能を帯びているかということも最初5つこれだけ発表いたしました。でこれを発表しているうちに、やはりこういう報告会を一般の人向けといいますか、とにかくオープンにしていかなければいけないだろうという判断のもと1回2回としてまいりました。でまず最初は2011年11月でございますが、どういうふうにしようということで、私ども福島県の農業総合センターと非常に強い絆がございまして、そこのサンプルをかなり測らせていただいたりしておりましたので、福島県からの農業試験場の方とか、他の方を必ず1人お呼びして、私どもがどんなことが分かってきたか、稲とか土とかですね、畜産、果樹、魚介類、キノコなどの結果を順次発表してきております。でここで一番衝撃的な画像の一つはですね、鳥なんですね。鳥をですねフィールドで、これはウグイスなんですが捕まえてきた方がですね、尾っぽです。尾っぽの羽を取ってこう並べまして、それで放射能を感知するとこう黒くなるようなですね、強さに応じて黒くこう真っ黒になるような、どこにあるか分かるような画像を作るこう板がございます。それを置いておくとですね、羽がものすごく汚染されてるんですね。でこれは私ども非常に衝撃的でしたが、次の年にですね、実は同じ場所で捕まえたウグイスはもう生え変わってて大丈夫でした。それからあと魚もですね、食べ物はってことも、私ども魚を結構食べるもんですからかなり心配でして、でこれはですねすいません、これが時々電池をください。魚がですね、このすり身の製品がすいません、どんなふうに放射能が残るんだろうかっていうのをずっと研究された方がおられます。で魚は私ども船を持っておりませんから、本当は深度別の魚とかですね、海の深さによってどう違うかとか調べたかったんですけども、もうこれはできなかったので、少し汚染された魚を使って、でかまぼこにどれくらいその放射能がいくかというのを調べたところですね、これ渡部先生をされたんですけど、水さらしの工程って、粉にしてずっと水にさらすもんですが、それですごく抜けていくんですね。で最後5% 以下しか残らないと。ですから数十ベクレルあってももう
キログラムあたりですね、測っても出ないぐらいの量で、かまぼこは大丈夫だってことは分かったわけでございますが、こんなことを最初ご報告しましたが、3回目4回目はやはり福島からお願いして、それからあと稲のですね、品種によりましていろんな品種がございますので、セシウムの吸い方が違うとかですね、それから原種の豚、これはですね、もう殺す寸前のですね、原種の豚っていうのは4種類の豚を掛け合わせていろんな肉を作るそうですけど、それをですね、調査をしたいということで私どもの牧場に預からせていただいて、でいろいろ調べさせていただきました。それからあとですね、魚介類、これは金子先生がですね、海に住む魚っていうのは魚の肉っていうのはしょっぱくないですよね。で海の水はしょっぱいので、どっかでですね、飲んだ水の塩分だけを出していくわけですけども、それはエラからエラの細胞からこう出していくんですけども、それはカリウムをいつも出してるんですが、そこと同じ場所からセシウムも出ていくってことをですね、実験的に確かめられたこととか、いろんな実験をされてます。からあとこうあたりで3回4回でですね、市民意識、農業経済の先生もおられるので、これ間に書いてあるのは3回も4回も両方ともこういう報告があったということでございますが、おはじめいろいろな報告をしてまいりました。で稲のラボの実験ではどういうことが行われたかといいますと、これもよくお見せするんですけども、私どもはラボといいますか、実験室で実験するのには水耕栽培をしますよね。水を使ってそこに球根でも何でもヒヤシンスとか作られた育てられたご経験あるかと思いますけど、水で育てた場合と、それから福島の土を持ってきて土がある場合とですね、これ稲ですけども、どんなふうにセシウムが吸われるんだろうかっていうことをですね、私ども少し調べてみました。そうするとですね、この真ん中の図をご覧になると分かるんですけど、水耕栽培ですとですね、非常に吸いやすい状況でイオンになって溶けてますから、スーッと吸われるんですが、土があるだけでですね、土はしっかりセシウムを捉えているもんですから、稲にはいかないんですね。こんな画像を撮って、また先ほど申し上げましたように板をですね、こうペタッとかざして、その水耕栽培で育った稲と土で育った稲にどれくらいその放射能がいくんだろうかっていうことを調べることもできますし、こういう動画でも調べてまいりました。それであと、これは実験室の中ですけれども、現場ではどうだってことをですね、根本先生がものすごく精力的にされてきました。で横軸がカリウムの濃度です。窒素リン酸カリって三大肥料で聞かれたことはあろうかと思いますけども、カリウムの濃度が高いとですね、縦軸はセシウムですけど、これ場所です。でこの畑といろいろ調べてみますと、カリウムの濃度が高いと割合セシウムは吸わなくなるんですね。でこれが非常にいい方法でセシウムを吸わせなくする方法の一つでございますが、ただですね、本当に特殊な例ですけど、たまにですね、カリウム濃度はそこそこあるのにセシウムが吸うという場合がございます。でこれはどんな場合かということを詳しく調べられてまして、で引いてる水が原因なのか、それから畑の中の水田の水が原因なのかということでいろいろ調べてみましたところ、どうも夏のある時だけですね、穂ができる直前にどうも植物が吸いやすい形のセシウムが出るらしいと。それも本当に特殊な場合で、それもコロイド状といいますか、濁った状況の水がですね、色も違いますし、その濁りも緑っぽかったり茶色っぽかったりその沈殿物の大きさも違うんですけども、どうも何かそういうものが出た時に吸うらしいということは分かってきまして、でそれを持ち帰って実験室で与えてもそういう濁り水のセシウムはよく吸うとかですね、いろんな実験を今されてます。でどういうふうに防げばいいかってことも合わせてされてますが、本日はこの話はないわけです。それから5回目6回目はですね、漁業、これはですね、5回目のこれは少し明るい話題で、石巻で若い人たちがですね、今まで漁業っていうのはこう取ってきてそれを売りさばいてたけれども、残りがかなり出てきたと。でこれから注文を取ってその分だけ取ってくれば無駄がないというようなことで、若い人たちが新しい取り組みを始めたということで、これはこの農業経済の先生が
関わってもおられるんですけど、そういう話もございました。それから6回目は初めてですね、国の立場としての農水省、それから地方のその立場っていうか現場の立場としての福島大学の方をお呼びして話を伺いました。からここではキノコの2回目の報告もございましたが、ちょっとキノコについてだけ少しご説明いたしますと、キノコっていうのはこれ2011年のデータでございますが、一番最初申し上げましたように、私どもあちこちに演習林を持ってございます。で、富士演習林、静岡県から取ってきたキノコっていうのは今回の福島のその影響どれくらいあるんだろうかって考えましたら、やっぱりキノコによっては今回の福島のその放射能を随分集めてるんですね。縦軸が放射能の強さでございます。で、降ってきたセシウムってセシウム137と134がございます。で、137と134と1対1同じ割合で降ってきたわけでございますけども、137は30年の半減期、134は2年の半減期ですから1対1で、2011年で測ると1対1ですけれども、どうもですね134がないものもある。それも基準値を随分超えてるんですね。で、137だけっていうことは今回の福島の放射能だけではないわけです。ですから何だろうということをいろいろ調べました。1960年代アメリカとソ連が競ってですね核実験を行ってましたよね。オープンスペースといいますか。で、その時に世界中にセシウムが降り注いでまして、でそれをまだ集めて、その結果がまだここにあるんだってことは分かってきました。そんなことも分かってまいりまして、でそこまでの結果をですね、とりあえずその英語の本にしようと、外国の方もいろいろ聞かれたりするもんですから、それで1章から17章まで麦、土壌、それから低レベルの話、低レベルってあまり汚染されてないけれどもどういう結果があるかとか、あと動物の話とか、あと魚の話、それから除染の話、本日は除染と樹木の話に出てきますのであまり詳しくここでお話しませんけど、果樹、それからキノコの話とか、あとサイエンスコミュニケーションということで一般の人はどういうふうに考えているのか、アンケート調査ももとに農業経済の先生がまとめたものとか、これを出しました。実はこれはですねただで誰でもダウンロードできます。ちょっと英語で申し訳ないんですけども、中西か田野井か2人で編集いたしましたので、どちらかの名前と福島とスプリンガーとキーワードで入れていただけますと、誰でもこの中身をただで全部ダウンロードできます。スプリンガーとして初めての試みです。で、ちなみに宣伝しますと、これ農学部のアイコンでございます。大学のアイコンと別に農学部はアイコンを持っております。それでまた7回8回と続けてまいりまして、ため池はですね、先ほどのその土壌を測ってこられた塩沢先生がため池のですね、池の水の底の土壌表面をずっと測られてるんですね。さっと取って測ればですね放射能があることは分かるんですが、時間とともにそれがどう変化するかっていうのをずっと測られて、でため池のそこの放射能っていうのはやはり時間とともに減っていくわけですけれども、一箇所減らないところがあったんですね。でそれはどうしてだろうということをずっと探されると、その山の中のため池で山の底に注ぎ込む水のですね出口近くに集落があって、ずっとですね除染作業をしてたんですね。コンクリートとかいろんなものから道とか、そうするとそこで除染したものが川の水にと一緒に流れてきたということは分かったんですが、そんなことも分かりました。それからあと米の全袋検査、これは後で登場してくださいます二瓶先生がですね、実は福島県で当時は福島県におられて、この責任者といいますか、このシステムを作り上げた方なんですが、この話とか、私どもも日本だけではなくてチェルノブイリはもう30年近く経ちますけど、ウクライナに行きまして、ちょうどその今回の紛争の前でよかったんですが、ウクライナの様子はどうだった、どんなふうに今でも跡があるのかっていうのを調べてまいりました。それであと本日は動物の話はないので、この動物の真鍋先生のたちのされてきたことの一端はですね、これはやはり刑事的にずっと調べてこられて、2011年2012年とですね、この放牧したヤギと、それから部屋の中で飼ったものとどう違うかっていうのをですね、臓器別ずっと調べてこられました。
で2011年2012年ともう本当に全体的に減ってきておりますけども、糞のですね、放射能ってのは高いんですね。でこの糞を使っての循環型農業をした場合どうなるかとか、真鍋先生たちはいろんな実験をされてきてまして、先ほどのミルクの例もそうですけども、それからお母さん牛がですね汚染されている場合は子牛もですねやはり即生まれてきた子牛は汚染されているとかですね、それからあとその牛と豚の差ですね。豚っていうのは鼻でもって随分土をこう掘り起こすもんですから表面を少し食べてるんじゃないかと思うんですが、豚の方が汚染されてるんですね。牛はその葉っぱをつまんで食べますから、もう後から生えてきた葉っぱは放射能がほとんどありませんのできれいだということです。そんなことも分かってまいりました。でここでですね、当時の学部長が日本語でも本を出せということで、私は書きましたけれども中身は皆さん方のしたことを代表して書かせていただいたということで、外に先ほどの英語の本とこの本の表紙のコピーがございますので、この900いくらプラス税ですので、200ページぐらいの薄いものですので、もしお見かけでしたら読んでいただければ幸いだと思います。それとですね、それから9回目10回目と続けて報告会開いてまいりまして、で稲というのでここで特に稲と書きましたのは、このセシウムを吸うメカニズムということにも少し入り始めておりまして、のメカニズムっていうのはセシウムをこう稲の中に吸い上げるためにこのある遺伝子が関係しているということで、遺伝子工学的な研究も少し始まっているということです。それから大豆とそばがですね、同化すると少し貯めるセシウムを貯める傾向があるんですね。稲と比べて何が原因で大豆はですねそのセシウムを吸うのかっていうようなことも少し実験を始めております。それから10回目はですね、昨年の11月前回でございますが、10回目ということなので普通は午後からしておりますが、午前中にですね人文学の人文社会系の先生方をお呼びして、どんなふうに考えていけばいいのか、社会学的にはどういうことが考えられるかってことも話していただきました。それからあと消費者意識、これもですねアンケート調査8000人にわたるアンケート調査をして私ども驚いたんですが、4年近くなっていきますとですね消費者の意識が少しずつ変わっていくんですね。で3年を過ぎるぐらいまでは非常にですね福島の人たちを応援したいから、もちろん汚染したものは嫌だけども少しぐらいには我慢して食べようとかですね、いろんな方がおられたわけですけども、もう少し忘れかけてるような節があるんですね。で普通の状態に戻ってしまうともうちょっとでも汚染されてると嫌だというようなそういう気持ちがたくさん出てるとかですね、私たち絶対にですね稲でも年1回しか取れないわけですね。で4年経っても4回刈り取りができたかどうか、3つぐらいしかデータがないわけですけども、これから何年かしていかないとこれからのことはわからないわけですが、消費者の人もですねやっぱり福島の方じゃない人もやっぱりいつまでも応援しないといけないんではないかと思うんですが、ここはちょっといろんなことを考えさせられる結果でございました。であと森林は今日話される方たちとは別にですね、一箇所ですね大手先生って方がこの小国川流域、ここですね、ここをですね実験箇所として取りまして、放射能汚染から言いますとこういうところで、ここで7、8キロのですね川の流域を全部調べて、どんなふうにその放射性物質が出てくるかで、それはですねあちこちにその川の水の堰を設けて川の水の量がどれくらい流れるかとかですね、木を伝わってどれくらいの水が流れてくるか、それから落ち葉がどれくらいか全部定量的に仕掛けて自分できちんとデータを取ってですね調べましたところ、だいたい降った量のですね年間ですけども 0.1%、 1000分の1オーダーのセシウムが少し出てくるということが分かりました。それは溶けて出るんではなくて、ここで何かもみ殻でもいいんですけど何かちょっと抑えればいいんです。で大手先生のすごいことはですね、生物濃縮があるかってことを今盛んにされてます。もうだいぶ実験進んでるんではないかと思いますけど、当時は60ぐらいのサンプルをもとにですね、生物濃縮はどういうことかって言いますと、
小さなプランクトンを魚が食べて、小さな魚が食べて、小さな魚をまた大きな魚が食べて、それを小さな動物が食べてって、こう捕食段階があるわけですよね。で捕食段階を過ぎますと、窒素の中に窒素14、15とですね、窒素で軽いものと重いものが天然にあるわけですね。放射性ではないです。ちょっとだけ軽いものとちょっとだけ重いものがあるんですけども、それがですね1000分の1オーダーで捕食段階を1段階過ぎるとこうだんだん増えていくわけです。ですからその窒素の同位体って言いますけど、窒素のその同位体比をきちんと測りつつ、捕食段階はこうだなと後ながらセシウムの濃度を測るわけですね。そうしますとセシウムの濃度にもし変化があればどっかで生物濃縮があるわけですけど、今のところこの時は60ぐらいのサンプルでまだばらついてるんですが、生物濃縮はないというなさそうだという結果は得られてます。もう100とか随分測られていると思いますが、ちょっとまだデータは集まってきております。存じ上げないんですが、そういうこともしております。これは実は非常に面白くてですね、人間の場合もですね、魚とか動物性のタンパクを食べるとですね、動物というのはたくさん捕食段階を過ぎてますから、人間の体の中の窒素もちょっと重い窒素が増えるわけです。ところが植物を食べている菜食主義の人はあんまり増えないわけですね。ですから古墳とかですね、昔の人のその骨が出てきた場合、窒素を測って窒素の同位体比を測ると、この人は肉食だったか草食だったかと分かるようなこともございます。でこれでまとめですけども、山のことも随分分かってまいりました。で結局降ってきたものはですねしっかりくっついて、そこからですねほとんど動かないんですね。でフィールドのことも山のことも少しずついろんなデータが分かってまいりました。それで人とか動物の場合ですけども、代謝というものがありますので、セシウムをたとえ食べてもですね、生物学的半減期といいますが、数十日100日以内で半分が出ていきます。人の場合も1960年代ずいぶん食べたわけですけども、今はほとんどないということでございます。でこの山の話、それでもやはり山のことは問題でございますので、山のこととかフィールド、どういうふうに農業ができるかということを今日の議題とさせていただきました。で被災地の復興に向けてということと、その森林樹木果樹のことも、果樹は高田先生がものすごく精力的にされまして、高田先生とですね本日はほんの一部発表されると思いますが、福島県農業総合センターの佐藤守さんとですね2人でのデータを合わせれば本当にすごいデータになるんではないかと。で最後に1枚だけですね、私どもいろいろ分かってきたものをもとに教育もしております。で大学院生にですね講義を平成25年から始めてまして、今年が3年目ですけれども、教育プログラム座学でなくて実習であちこち連れてってます。で今年はですね9月の最初にスウェーデンにも学生を連れて行こうと思います。スウェーデンっていうのはチェルノブイリの結果をいち早く測定したところでもございます。いろんなデータがございます。で1、2年生にもプログラムをしております。で最後は謝辞でございますが、これからもですね3年4年でなかなかデータはまとまりません。でせめて10年はしたいと思っておりますので、これからも継続的に現場に資する調査研究を続けていこうと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございました。